原付で世界一周97日目。今日はある日本人に会うために小さな町を訪れました。おしゃれなとこだぞ。さあ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 。はじめまして。はじめまして。はじめまして。アルマです。アンナです。よくアックフィールド。アックフィールドっていう街に着きました。今日は今ワーホリできてる。ワーホリできてる。アンナちゃんです。アンナです。よくそ。お邪魔します。6時ぐらいにみんな帰ってくるかな。6時ぐらい。でご飯食べますみんなで。了解。イギリスにワーホリで来ているアンナちゃん。4年前に日本を旅していた時に共通の知り合いがいることで存在を知っていた。その時彼女は浴衣を着て世界を回って旅をしていたりしていた。今はこのホストファミリーのお家で家事をしたりお仕事をしたりしてるみたい。うわ、唐揚げができてる。美しい。あれ、世界一周の前は何してたっけ？前は OL してた。あ、そうなんだ。で、世界一周したいってなって世界一周して、イギリスがすごい住んでみたいなって思った。世界友達と旅してたんだけど、3ヶ月後にもう一回会おうって、タイで会おうってなって、みんなバラバラのところに行ったんだけど、旅友達。はい。その3ヶ月間何しようと思った時に、イギリスなら宣言じゃないし、6ヶ月言えるから、確かに確かに英語勉強したいなと思って、その時に結構友達とか、こっちでお世話になった家族とかできて、次また戻ってきたいなって思えたんだよね。なるほどね。ワーホリ来てどんぐらい経つ？いつからいるんだ？去年の7月、7月から来て、夏から来年のまた夏まで入れるんだけど、ここはその観光ビザの時からいるから、トータルも1年半ぐらいいる。なるほどね。えぐ。うわー、外なら下げてる。すごいね。やばいね。いただきます。いただきます。森へ栗拾いに行ってきます。森へ栗拾いに行ってきます。世界一周の時とかなんかハプニングとかなかった？大変な。体調悪くなった系はインドとボリビア、高山病と上になって人ぐらいかな。バックパック一回盗まれたことあって。へえ。盗まれたっていうのは？バス降りてバスの下に預けてたんだけど、バックパックを。はい。バス降りた時はそのバックパック預けて扉が開いてなかったから。はいはいはい。待ってただけよ、着いたところで、みんな待ってたから、はい、でその時友達と待ち合わせ予定だったからあったからこう今着いたよみたいな携帯見せたね、その間に。はい。1分ぐらいしてパッて見たらみんなもう荷物取ってどっか行ってて、私のバックパックもなかったわけ。すっからかんなの、カバンエリアがね。周りをくるくるしたら遠くから私のバックパック背負ってるやつがいて、へおったと思って、じゃ全速力ダッシュして1万円っつって奪い返した。やば。キャストさんみたい。グッドランドトラスト。あー、栗だ。ちょっとこれはあれかも。ちっちゃい。かわいいかわいい栗ね。かわいい、まだまだ。本当だ。めっちゃ栗。秋ですね。ここは一気に駆け上がるの。あ、いいね。あ、いいね。あ、めっちゃいいじゃない。
へえ素敵。着きました。湖です。あれ大学は行ってた？うん。行ってない。ここ行っててそっから就職して。そう。半分半分だったの。就職する人半分、進学する人ああ半分。うんうん。指定校がいっぱいあったから。はい。最初入った時は指定校でセンター受けないで大学行けるとめっちゃいいじゃんと。はい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 。で入ったんだけど、バスケずっとしたんだけど、はい。バスケの先輩がいいところに就職したっていうのもあって、自分の家庭環境もあって就職しようかな。なるほどね。大学行ってやりたいことがなかったんだよね、その時。じゃあ世界一周とか別に前から思ってたとかわけではなかった？うん、全然。その就職したとこもずっとそこで働こうと思ってた。大きへえ。い会社で働くことができたからずっと勤めようと思ったけど、あれこれがやりたいことだったっけみたいな3年目ぐらいで思って。あでも3年やったんだもんねそれでも。すごい。やっぱ海外行ってみたいな。へえ。初めて一人で行ったのがニュージーランド。はい。20代前半で行って、そうへえ。その時にその今住んでるみたいなそのお手伝いしながら住まわしてもらうみたいなうんうんのやってて、うんうんうん。これ世界中でやったら楽しそうと思って、へえ。その時に思ったけど、あじゃあそのニュージーきっかけが大きいんだねいろいろ。そうだね。電気と水ない島に住んだり、へえ素敵。船の上で生活するみたいな、はい。旅人たちと一緒に集まって、世界中の20人ぐらいそうへえ。いう生活したり、今まで日本にずっといたからさ、日本の考えしか分からなかったけど、世界に出たらこんな人もいるんだとか、うんうん、こんな生き方もあるんだっていうのをいろいろ知って、もっといろんな国行きたいなって思ったから。なるほどね。でしたらコロナあ、その時にニュージーランドいたんだ。はいはいはい。船の上にいたのよその時。はい。飛行機なくなるってなって、はい飛ばなくなりますって言われて、うん。いつなら変更できるんですかみたいな。もうニュージーランドとか電話つながなくて、日本から電話してもらって、お母さんとこ電話して、お母さんは航空会社と電話して。へえ。こうやってこうやってて多分お母さんは私1個だけど明日なら飛ぶらしいよみたいな言われて、へえ。明後日はもうこの状況とかわからないみたいな。はい。どうするってなって、ちっちゃい小型ボートに乗り換えて孤島に来て、はい、ちっちゃい島に行って、そこからフェリー乗り継いで本島に行って、うん、そこから本島からバスで空港向かうみたいな。あー大変だ。長いのよ道のりが。で夜一番遅いやつ乗れば朝一の飛行機間に合うみたいになって、はいはい。じゃあ一回みんなで夜ご飯最後の晩餐して帰ろうと思って、うん、夜ご飯食べました、パッキングもしてちっちゃいボートに乗り換えました。してボート進みました。道向かってたらちょっと傾いたの船が、はい、波でフィヨーンみたいな。後ろ見るじゃん。ちょっと見たことない波が来てて、はい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 。終わったって思ったの本当に。終わったと思ってくらい、ほんと3メートルぐらい多分めちゃくちゃでかい波来てて、みんなでもうみたいななった瞬間からもあんま覚えてないんだけど、みんなひっくり返って船波飲まれて、そう夜だからさ、上が下かどっちか分かんないわけよ。確かに寒いし普通に。確かに3月の終わりぐらいとか、でよく覚えてないけど、みんなで泳いで沖まで行ってすごー。そう生還したニュースになるとこだったんで、ちょっとね割とそれがあって、なんかいつ死ぬか分かんないなっていうのと、毎日こうちゃんと大切に生きないといけないなとか、一日一日毎日終わるときに今日楽しかったなって思えるように生きたいなって思ったから怖かったな、普通に考えてパニックだった。みんなパニックだった。いやーでしょうね。うん、で今はイギリスと何があるか分からんね、ほんと。分かんないねまた1年後どこいるか分かんないねそうね。いや本当にイギリスの生活はどう？めっちゃちっちゃい細かいことだけどさ、日本ってさヨーグルトの蓋とか開けてもさ、くっついてないじゃん、上に。フィルム剥がすのとかも綺麗に開けれるようになってるじゃん、全部こぼすのとかも。はい。もう全然なのよこれなんじゃこりゃみたいなヨーグルト開けたら毎回まだこうビシャッと出てるし、はいはい、下にもついてるし、はい、なんかもうフィルムをどこから開けていいか分かんないし、はい、そういうプチストレスあるけど、でもなんか周りの目は全然気にしなくなったし、生きやすいかな。住みにくいけど生きやすいみたいな、日本は住みやすいけど生きにくい、どっちかっていうと極端に言うとだけど、っていうのがあるかな。なるほどね。イギリスはまた帰ってきますよ、でも。いいと思います。いつになるか分かんないけど挨拶回り次来るときは同じ景色かな。もうちょっと緑かな。もうちょっと葉っぱがないかもしれないし、あの木がもう3倍ぐらいになってるからすげえいい土なんだろうね最初めっちゃビビらなかった、そのこっちに住むってなって。ビビりはなかったかな。不安とかはあんま感じないタイプ？将来の不安みたいな。考えれば考えるけど、考えたところで1年前の悩み覚えてるって言われた時にさ、覚えてないやん覚えてない友達にもらったポストカードに書いてあって、なんかずっとそれ飾ってんだけどさ、今日の明日が明日の自分を作るって書いてあって、結局自分が今日やったことが明日につながっていくから、今日全力で生きることが大事かなって
分ができる最大かなみたいな。確かに間違いない。で、まあ、目標とかやりたいことがあるのさ、それを持ってそれに向けて今日を歩んでいけば叶うんじゃねみたいな。世界一周できたしみたいな。確かにね。その夢叶ったから確かにね叶えしちゃうみたいな。イエーイ夢が喜ぶ。めっちゃいい。どうやってんのかなこれ。どうやってるかな。どうやってなかったらもう一回走って。オッケー。ありがとう。またね。本当ありがとう。行ってきます。バイ。ありがとう。はい。イタリア楽しんで。旅人のその後の人生なんて本人たちですらわからない。違った道が続いているかもしれないし、また旅をしているかもしれないし、けれどどんな道にせよ旅人は生きるということのパワーをたくさん持った人間だなって改めて思いました。